日本が強いのは分かってるけど、夢を見よう。正直、相手が日本だから簡単じゃないって分かってる。日本を倒すのは不可能に近い。相手は4度の王者、日本だし強い相手だったよ。日本にはいいフットボールプログラムがある。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今日は2026年5月14日に行われた AFC U17 女子アジアカップ中国2026準決勝日本対オーストラリア戦の試合についてオーストラリアサポーターと話していくよ。6日ぶりにオーストラリアと試合だね。そうだね。この試合のメンバーを見ていくとオーストラリアは前の試合からスタメンを2人入れ替えてるね。ほとんど一緒だね。前回の日本戦とは4人スタメンが違うね。日本は前の韓国戦からスタメンを8人入れ替えたよ。相変わらずすごい数入れ替えてきたね。前回のオーストラリア戦とは4人スタメンが違うね。日本もオーストラリアも前回の試合から4人違うんだ。じゃあ今回もオーストラリアサポーターのデイジーとリモートをつないでるよ。グデイグデイ。デイジーちゃん今日もよろしくね。オーストラリアは今日も盛り上がってるよ。じゃあオーストラリアサポーターの声を聞かせて。 OK。 デイジーちゃんオーストラリアサポーターって温かい感じで私好きなんだけど、今回もそんな感じなのかな。みんな頑張れ女の子たち、自分たちのプレーをしてって感じですごく前向きだよ。少し前に5対0で負けた相手でもちゃんと応援してるのいいよね。みんなが後ろについてるよっていう感じだね。準決勝だもんね。気合入るよね。ほんとそう。日本が強いのは分かってるけど、夢を見よう。正直、相手が日本だから簡単じゃないって分かってる。でもだからこそ奇跡は起こるかもしれないって気持ちがあるんだと思う。サッカーは何があるかわからないもんね。そうそう、怖さもあるけど、それでも見たい。厳しいけど夢は見たい。そんな感じかな。5対0で負けてるし、不安はやっぱりあるのかな。そこはある。かなり正直な声もあって、みんな頑張ると思うけどかなりやられるかもしれないって見てる人もいる。試合したの6日前だもんね。他にももっとプレーのレベルを上げないといけない。相手の攻撃を止めないとって言ってる人もいるよ。気持ちだけじゃなくて守備でもかなり集中しないと厳しいって見られてるんだね。そう、上ムードはあるけど楽観だけではないんだよね。日本の攻撃をどう抑えるか、そこはかなり大事に見られてる。でも全体的には温かく応援してる雰囲気なんだよね。そうなんだよね。家族っぽいやりとりもあって、勝ち負けだけじゃなくて選手たちを大事に見てる空気がある。それにサッカーを食べて寝て呼吸するくらい、生活の全部がサッカーってくらいサッカーを本気でやってる感じが好きって声もあったんだよね。生活の全部がサッカーか。高校時代部活のために学校来てますって人いたよね。そういう人たちの集まりって考えたら分かりやすい。でもオーストラリアは日本みたいな部活ってないし、そういう生活に持ってくのも難易度高そう。そうだからオーストラリアサポーターはただ勝ってっていうより、ここまで来た選手たちへの愛情もかなり強いんだよね。日本に対しては何か言ってないのかな。日本を倒すのは不可能に近いっていうくらい日本をめちゃくちゃ強い相手として見てるよ。不可能に近い。日本は本気のプレイヤーを持ってきてる。日本が勝つだろうって見方もある。オーストラリアサポーターでも日本有利だと思ってる人はいるね。そういえばこのチャンネルにもコメントあったよね。あったね。これだよ。どっちが負けても恨みっこなし、本気の試合をしよう。でも正直今のオーストラリア U17 が日本に勝てるとは思ってないけどね。さすがに6日前に5対0で負けた相手に勝てるとは思えないか。日本はめちゃくちゃ強い。でもジュニアマチルダスには自分たちのプレーをしてほしいって思ってるよ。じゃあ試合開始だよ。日本頑張れ。 Good luck Matildas。 前半終わって3対0でリトルナデシコのリードだよ。前半3対0は前回と同じだね。開始早々のオウンゴールはかわいそうだったね。アジアカップ準決勝でオウンボールって私なら立ち直れない。そういえばカメラも普通のサッカー中継になってたね。さすが有料。この選手こんな顔してたんだって初めて分かったもん。そうだよね。リプレイも流してくれるしね。有料と無料の違いを見せつけられたね。確かに。デイジーちゃんオーストラリアサポーターのハーフタイムはどう？それが私の周りではハーフタイムについて喋ってる人はいないんだよね。そうなんだ。じゃあ後半見ていくよ。試合は4対0でリトルナデシコの勝利。決勝進出だね。アリスちゃんナイスミドルだったよ。10番の太田アリス選手だね。あれはすごいゴールだったね。
すごいゴールなんだからもっと喜んでいいんだよ。照れちゃってこの子の。クールビューティーだね。デイジーちゃん、オーストラリアのみんなはどう？負けたけど、オーストラリアサポーターは温かい声で溢れ返ってるよ。日本に敗れて U17 女子アジアカップは終わったけど、歴史を作った大会だった。オーストラリアのこの年代は初のワールドカップ出場だもんね。相手は4度の王者、日本だし強い相手だったよ。照れちゃな。まずみんなの声で多かったのは選手たちを誇る声だよ。準決勝まで来たこと、ワールドカップ出場を決めたこと、これは本当にすごい。ワールドカップ出場は A 代表へのレベルアップにもつながるよね。胸を張って顔を上げてここまで来たことを誇っていいって感じの声は本当に多いんだ。それとオーストラリアのユニフォームを誇りを持ってきてくれた。これからもっとチャンスがあるよっていう温かい言葉もあったよ。負けた直後でも選手たちへのリスペクトがあって素敵だね。特に初めてワールドカップに行く U17 女子チームなんだから、そこは祝うべきだっていう空気が強いんだよ。だから負けた悔しさよりもここまで来たのはすごいって見てる人が多いんだ。日本はもうこの体験はどの年代でもできないから貴重な体験だよね。でも日本との差を見て育成の話も出てるんだよ選手たちじゃなくて大人側にももっとしっかりしてほしいっていう声だね。タレント発掘の仕組みを見直した方がいい。今の育成ルートだけ見てると見落としてる選手がいるんじゃないかっていうね。いい選手がいるのに見落としがあるのはもったいないね。そうお金がかかるクラブやアカデミーに入れる家庭の子だけが上に行きやすいんじゃないか。地域レベルにも才能ある子はいるはずっていう意見があるんだ。アカデミーの選手だけが代表に選ばれるんだ。それにジュニア年代でのスキル開発が足りない。勝つことばかり評価されて育成が弱くなってるんじゃないかっていう声もあって、コーチング、育成システム、施設、全部含めて見直さないと。選手たちは頑張った。でもこの差を本気で埋めたいなら大人側のシステムを変えないとダメっていう危機感がある。日本についてはどう見られてるの？日本はかなり評価されてるよ。日本はレベルが上。日本はどの年代でも強い。日本にはいいフットボールプログラムがある。日本はどの年代でも強いって言ってるけど、A 代表の男子はワールドカップ予選でいっぱい1分けだから結果だけ見るとオーストラリアの方が上なんだけどね。でも日本の構造、コーチング、育成ルート、歴史がオーストラリアより進んでるっていう見方なんだ。中には日本はあらゆるレベルで先にいるってかなりはっきり言ってる人もいたよ。もちろんみんなが同じ意見じゃないけど、日本との差を感じてる人はかなりいた。男子や女子、年代別も含めて日本は手強いんだよ。オーストラリアの A 代表だって男子も女子も強いよ。確かに女子のアジアカップ決勝は強かった。でも現実を見せられたっていう空気があるんだよね。大きな差はある。またやられたかなり話されてるっていう厳しい受け止め方もあったよ。5対0と4対0だもんね。そうだね。準決勝まで来たのはすごい。でも日本と戦ってまだ埋めないといけない差が大きい。まだ若いんだしこれからだよね。そうだよね。だからいい経験だったで終わらせるんじゃなくて、ここからどう良くするかっていうのを見てる人も多かった。オウンゴールしちゃったけどその子は責められてないのかな。そのことを言ってる人は私の周りには一人もいないよ。よかった。選手たちは心を込めて戦ったし、自分にとってはチャンピオンだ。今は批判よりもここまで来たことを称える方がいいっていう素敵なこと言ってる人もいるんだよ。ほんと素敵だね。そうだね。負けを長く引きずらずにこの経験を受け止めて、仲間との絆をこれからのフィールドで強みにしてほしい。まだこれからワールドカップがあるからね。そうモロッコでのワールドカップに向けて頑張って。この大会は終わったけど、これで終わりじゃない。ワールドカップ出場を決めたのは本当に大きいよね。初めて U17 女子チームがワールドカップに行くっていうのはオーストラリアにとって祝うべきことだよ。だから今は悔しいけど次に向けて努力しよう。集中して諦めないでっていう空気だよ。オーストラリアって大人になるにつれて強くなるから怖いな。この敗戦から何を学ぶかが大事だと思う。這い上がろう。負けたことがあるというのがいつか大きな財産になるよ。負けた、強かった、悔しいだけじゃなくて実際にどこで差が出たのかをデータ分析して今後に生かしてほしいね。オーストラリアからはこんなところだよ。デイジーありがとう。日本に負けた悔しさをワールドカップとこれからの育成につなげていくよ。ありがとう。お互いワールドカップ頑張ろうね。アウイ、ヒナ、See ya。See ya。ついに決勝戦だね。決勝戦はやっぱり北朝鮮なの？そうだね。2対0から中国が2対2に1回追いついたんだけどね、最後は4対2だったよ。
ヤングなでしこに続いてリトルなでしこも北朝鮮に勝って優勝したいね。うん、そうだね。決勝はいつ試合？アジアの頂点をかけた北朝鮮戦は5月17日20時30分キックオフだね。やっぱり中2日だね。そういえば女子の大会が中2日の理由をみんなコメントしてくれてたね。プレスや競り合いが男子よりマイルドだから怪我が少なく日程を空ける必要がない。女子サッカーは注目度が低くお金にならないから経費削減のために大会はなるべくコンパクトになっているってコメント欄では言われてたね。つまり人気になってスポンサーもついてお金が稼げたらちょっと変わってくるのかも。そうだね。サウジアラビアの女子サッカーが強くなったらスポンサーになって変わってくるかも。サウジアラビアって女子サッカーあったんだ。サウジアラビアは2021年に女子代表が設立してるんだよ。かなり最近だ。確かにサウジアラビア代表の試合のスタンドにも女性の姿見るしね。今回の U17 女子アジアカップの予選ではサウジアラビアが開催国で出場したんだけど、イランに0対2で負け、レバノンに2対2の引き分け、クウェートには11対0で勝ったんだけど、予選敗退しちゃったんだよね。クウェートだけすごい。じゃあ今日は終わりだよ。ご視聴ありがとうございました。北朝鮮に勝って優勝だ。頑張れリトルなでしこちゃん。ご視聴ありがとうございました。